やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。なんか最近平面駆動ドライバー多くない？そんなタイミングで登場したのが、ミューズの新作。ミューズハイファイパワーだ。14.5mm の平面駆動ドライバー、樹脂製のハウジング、金色と黒のコンビネーションの、高級感の溢れる外観を持っている。実は、最近、14mm 台のドライバーを搭載した新型イヤホンが各社から発売されていて、このミューズパワーも、同じドライバーを使ってるのかなと邪推してたんだけど、ここ最近の大型ドライバーだと、7Hz タイムレス、シャワー S12、そして、現ハイファイの P1MAX なんかが、14mm 台のドライバーなんだけど、14.2mm、14.5mm、14.8mm と、地味にどれもドライバーサイズが違うんだよな、というわけで、それぞれの開催が頑張って作った平面駆動モデルを一気に味わえるタイミング、ってことみたい。とはいえ、平面駆動機の特徴である、澄んだ、歪みのない高音域に関しては、どのモデルも持ってるけどな。今回は、価格、構成的なライバルになる、現ハイファイ P に及び、7Hz タイムレスと比較しながら聞いていこう。まずは、本体の外装から、パワーの外観はかなり横平だ。半透明になった本体には、その大きなハウジングでもかなりギチギチに 14.8mm のドライバーが詰まっていることがわかる。レジン系の樹脂で作られた本体は、丁寧で美しく、フェイスプレートの加工も丁寧で、この価格帯のイヤホンを買った、という満足感を得られるだろう。遮音性も比較的良好。ただ、厚みと大きさがあるので、装着時には慣れと、イヤーピースの厳選が必要になりそうだ。音が漏れるベントは、耳の内側に一つのみ。なので、音漏れに関してもあんまり気にしなくて大丈夫だと思う。何気に今まで触ってきた平面磁気ドライバーモデルは、どれもこれも金属ハウジングだったので、ドライバー本体が確認できる、スモーククリアのミューズパワーはそれだけでも選択肢に入る人がいるんじゃないかな。もちろん、リケーブルが可能、定番の2ピン端子で、非埋め込みタイプ、ケーブルの選択肢も広いな。付属品についても見ていこう。この価格帯にふさわしい、豊富なイヤーピース、そしてしっかりしたケーブル、上等なポーチだ。ポーチの色もアッシュグレーのような上品な色使い。ケーブルの方は黒と金の繊維が交互に編み込まれていて、写真だと結構ギラギラしてるように見えるんだけど、実際に見てみると、影と光の関係で結構落ち着いているように見える。本体の金黒を意識した、同じ系統の色使いのケーブルだ。もちろん、ケーブルが暴れないようにするコードマネージャーもついている。結構ごつく感じるけど、工夫すればタッチノイズを小さくできるぞ。総じて、高級機にふさわしいパッケージングじゃないだろうか。と、外装周りに関してはこんな感じ。内装についても見ていこうか。ミューズパワーに採用されている平面磁気ドライバーは、14.5mm、似たようなサイズのドライバーはあり、どれも同じような目標で製造されてると思うけど、このパワーも、平面磁気と聞いて想像するような、通常の1ダイナミックドライバー機とは全く異なる改造感を持ってる。また、樹脂製のハウジング部分の 3D 印刷メーカーも公表されてたり、気合が入ってることがわかる1台だ。音色について見ていこうか。平面磁気ドライバーを採用したイヤホンは、通常の1ダイナミックドライバーやフル BA 機と比べても魅力的な音色。このコストを費やすに値するドライバーだ。ドライバーの振動板が平面だと何がいいって、普通のイヤホンのスピーカーと違って、音の発生源が全部平面なので、耳に届くタイムラグがないので、歪みのない音がする。とか言われている。ただ、これはスピーカーみたいなでっかいもので言われている話で、イヤホンのサイズで効果があるかというと、ある。めちゃくちゃある。平面駆動ドライバーは、高音域がシャープでありながら、過剰な鋭さがない。BA 機に比べても、音色が金属質に偏らず、音が硬質に感じないのに明瞭、という美味しい音色が楽しめる。反面、通常のダイナミック型ドライバーに比べて、低音域が若干弱い印象があったんだけど、それも大型化。12mm オーバーで解決してる場合が多いと思うな。このミューズパワーは 14.5mm。十二分すぎるサイズ感だ。12mm の振動板を採用した、現ハイファイ P2 に比べると、P2 の方が中音域以上の明瞭感が強調され、低音域は必要十分なバランスになっているのに対し、ミューズパワーはより高低音のバランスが取れていて、優れた音質を発揮するぞ。さらに、同じクラスのドライバーを採用する 7Hz タイムレスと比較すると、金属製のハウジングを持っているタイムレスの方が、よりクリアで金属質な音色がするかと思いきや、あっちはよりウォームに感じるので、平面駆動っぽさをより強調するなら、現ハイファイ P に、平面磁気駆動のドライバーのうま味とバランスを重視するなら、ミューズパワー、平面駆動っぽくない感じも欲しいなら、タイムレスがおすすめ、と、それぞれ微妙に異なったバランスを持っているな。
装着感に関しては、小型の P2 が一番良く、形状を常識にとらわれていない、タイムレスがその次に良い、多少大きくても良いから、オーソドックスな装着感が欲しければ、このミューズパワーが向いていそうだ。というわけで、平面駆動としての馬味と、音のバランスの双方がハイレベルでまとまったパワー、単体で、音色について話していこうか。平面駆動の特徴は、高音域の歪みのなさ、クリアさ、切り分けやすさ、そして、低音域は結構控えめになりがちなんだけど、従来の同価格帯モデルに比べて、高音域の良さ、低音域の良さの配分が絶妙なのがパワーだと思う。サブベースまで表現力がある。ただ、思う存分低音を分回して欲しい場合はタイムレスの方が有利かもしれない。空間については、ハウジングが大きくて装着感が主張するからか、音の出ている場所がはっきりとわかり、そこまで広がりは感じない。一般的な広さ、また、樹脂ハウジングだからか高音域の響きはなく、クリアなんだけどキラキラしている、という印象とはちょっと違う仕上がりだな。分析的に聞けるんだけど、ゆったりと長時間聞ける音色だ。ハウジングは大きい、と言ったけど、若干デカさを意識させられるところはあるけど、長時間聞いていても、装着が適正なら耳は痛くならない。なので、クリアな音色が欲しいけど、長時間聞いても疲れないイヤホンはありませんかと聞かれたら、このパワーをおすすめするな。落ち着いた曲調から、激しい曲調のものまで、全般的にこなすことができ、なおかつ、明瞭さ、ほどほどのきらめき、疲れない空間表現などなど、一瞬の爆発力よりも、淡々に丁寧に鳴らすタイプのイヤホンだ。また、落ち着いた曲調でありながら、平面駆動らしい、きりとした鳴り方で、眠い鳴り方をしないのも高得点。一台で色々聞きたい、低音が強すぎないのがいい、でも弱すぎてもダメ。高音域がはっきり聞こえるけど強すぎないのがいい、そんなわがままな需要に完璧に対応できる一台だぞ。まとめてみようか。ミューズパワーは、大型の 14mm オーバーのドライバーを採用した、平面磁気1ドライバーイヤホンだ。平面磁気は1台で全音域を歪みなく鳴らせるポテンシャルがあって、なおかつ大型ドライバーのおかげで低音域の量感も必要十分。近い価格帯のライバルと比べて、高音域と低音域のバランスが最も良い。平面駆動らしい、高音のくっきりとした鳴り方で、残響を引きずらない、味付けが最小限に抑えられているのが特徴だ。特徴的な外観も、美しくて実用的。ケーブルまで金色と黒色のイメージで統一されていて、箱出しでデザインに満足できる仕上がり。写真よりも全体的に金色は落ち着いているぞ。唯一の弱点は、大型のドライバーを採用したことによるデカさ。重量こそないものの、人によってはベストポジションを探すのに苦労することになるかもしれないな。ただ、その大型のハウジング全体に神経の届いたデザインは、非常に満足度が高いぞ。タイムレスの独特な形状や、MMCX 接続に二の足を踏んでた人に、ちょうどいいモデルが登場したんじゃないかな。平面駆動はどれもこれも似た特性を持っているが、その中でもそれぞれあともう一歩のバランスが異なるので、よかったらぜひ触ってみてほしいな。と、こんなところだな。外観も魅力的だが、平面磁気駆動ドライバーのイヤホンとして、個人的には一番良いバランスに仕上がってると思う。でかくて平面のドライバーの音は、他のジャンルでは聞けない魅力があるな。といったところで今回はここまで。